はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは地下鉄ポンマリーの入り口でございます。そう、今回のパリ散歩、皆様をマレー地区へとお連れしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、今ね、目の前に見えているのがポンマリーの地下鉄の入り口です。そしてこれを少しこういう風にしてパンしてみると見えますか？2つの大きな塔が見えます。はい、ノートルダム大聖堂の2つの塔です。あそこが指定塔ということですよね。ですから今私たちはほぼパリのど真ん中にいるということです。道路がありますけども、この向こう側がセーヌ川ということですよね。先ほどノートルダムがあったところが指定塔ですが、この方向セーヌ川を渡るとサンルイ島というところに行きます。私たちが今いるのはパリの右岸でございます。その右岸とサンルイ島を結んでいる橋がポンマリーということなんですね。ポンというのは橋ということ、マリというのは聖母マリア様という、意味もあるんですが、ここのポンマリーの場合はね、クリストフ・マリーというエンジニアがこの橋を作ったので、マリーさんの橋という意味ですね。今ね、ちょうどこの目の前に見えているここの道路、これがポンマリー、マリー橋でございます。今回ね、私たちはこの橋を渡るのではなくて、その反対方向に行きましょう。マレ地区でございます。さあ、そうするとね、見てください。こんなに面白い建物が出てきましたよ。こちらがソンス邸というところなんですが、信号青だから渡ろう。よし、渡れた。はい、サンス邸というところなんですが、15世紀から16世紀に建てられたゴシック様式の邸宅なんですよね。面白いでしょう。いきなりこんなものが出てきます。右端には何か見張りの塔のようなものがあって、何かね、封建社会っていう感じがしますよね。そして窓がいっぱい開いているんだけども、例えばこの上にある窓をちょっとズームしてみますよ。そうすると見てください。何か教会にあるような装飾、とんがった装飾がしてありますが、まさにね、この建物、教会関係者が住んでいた邸宅なんですね。今回はこの邸宅の脇にある道からご案内していきたいと思います。ということで、マレ地区の裏道散歩のスタートです。この建物はですね、ソンス邸というふうに言いまして、サンスっていう町があります。パリからね、車で1時間半とか2時間ぐらいのところなんですけども、そこに大司教が住んでいました。この大司教がパリにやってきた時に、ここに滞在するための館がこれなんですね。フランスのね、大都市にはそれぞれ司教さんという人がいるんですけども、その司教さんを管轄しているのが大司教っていう人たちで、当時15世紀16世紀にはパリはね、まだ大司教座っていうのがありませんでした。パリはソンスの大司教の管轄のもとに置かれていたので、ソンスのね、大司教はしばしばパリにやってきていたんですね。そのパリに来た時に滞在していた館がここでございます。窓とかを見るとね、こういうふうに石で幕がこうやってついてますよね。これ船とか無のフランス語で砲立てがついている窓なんて言ったりするんですが、中世建築でね、よく出てくる窓の形式です。はい、ちょっとね、正面から見るために道路を渡りましょう。今ではこの建物は、装飾美術図書館になっています。さあ、正面見えてきますよ。こんな感じなんです。面白い建物ですよね。こういうふうになんか全体がね、左右対称になっていない、これがこのゴシック様式の、一つの特徴なんですよね。はい、ここからもうちょっと距離を取るかな。まず1階部分に入り口が2個あります。大きな入り口とちっちゃい入り口。大きな入り口は馬車が通るための入り口、ちっちゃいところは人間が通るためです。そして左右にはこのような見張りの塔があります。しかしね、この見張りの塔があるって言っても、実は15世紀16世紀すでにここはもうパリの城壁の中でした。ですから、
防御をねする必要はなかったんだけども、ここには偉い人が住んでいるっていう、そういう象徴のためにこういう塔があります。そしてまたこのね飾りがいっぱいついた窓が出てきましたが、ちょっとねズームしてみましょう。そうすると帽子のなんか紋章が出てきましたよね。これが大司教の紋章です。そしてその下に盾のようなねものがありますけども、これが大司教が所属していた家系のね紋章になっています。はい、ということでね、私たちは今度はこっちの道を行きましょう。はい、こちらです。アベマリア通りということですね。ちょうど今私たちの左に見えている建物、これね 小学校になっているんで、なんか子どもたちのね、声がねいろいろと聞こえてきますけども、このアベマリアっていうのは受胎告知、大天使ガブリエルがマリア様のところに行って、マリア様、あなたは神の子を身ごもっていますよって言った時に発した一番初めに出した言葉ですよね。おめでとうございますマリア様っていう意味、アベマリアでございます。今左に見えてきたのがパリのね名門高校シャルルマーニュ高校の運動場なんですけども、これで面白いのがね、この左の壁、なんとこの壁が12世紀から13世紀に作られたフィリップ・オーギュストの城壁になっているんですね。ということでね、こんな城壁をまずは紹介していきます。ちょっと向こう側のね道路に渡っていきましょう。アベマリア通りからさらにここのね通りに入っていきますよ。クール・ジャウダン・サンポールの庭園通りという道です。はい、そうするとですね、目の前にドーム状の教会が見えてまいりました。これはねサンポール三類教会といって、マレ地区にあるね大きな教会です。イエズス会の教会ですね。はい、そして左の方に分かりますか、これ城壁見えてきましたね。シャルルマーニュ高校のね校庭の壁になっている城壁なんですけども、ほらちょうど今真ん中に入っているところに一つね塔がありますよね。そしてこのもうちょっと向こう側に行くと、ほらここにも塔がありますよね。ちょっとこれズームしてみようか。こんな感じ、ここにも塔がありますよね。で塔と塔の間隔が60メーターごとに塔が作られていたので、これね60メーターってことが分かります。この塔にはねその守備隊がいて弓を持っていたんですよね。その弓のね射程距離が30メーターだったので、半径30メートルでプラス隣の塔にも半径30メートルで城壁の巣を全部防ぐことができたっていうことになっているんです。このね教会の手前がちょうどシャルルマーニュ高校になっていて、そのシャルルマーニュ高校の学校っていうのはイエズス会のね付属の学校だったのがことになっています。さあ今度はねここ紹介したいと思います。残念ながら今ねちょっと修復中なんですよ。これ工事してるでしょ。だからねもうこのね迷ったんだよな、ここ見せようかどうか。けどここね本当に素晴らしいところなので、工事がね皆さんがいらっしゃる時には終わってると思いますので、ぜひこんなとこ来てくださいね。ここはねビラージュサンポールというところで、一つのね村みたいになってるところなんです。サンポール村ご紹介しましょう。40個ぐらいのねブティックとか、あとはブロカントって言って、道具屋とか、あとはギャラリーとか、そういうものが集まっているところなんですが、本当にねフランスの田舎村に迷い込んだっていう感じの雰囲気があるんです。ちょっと今足場が組まれていて工事現場なんだけど、例えばここはカフェになっています。いつもだったらねここギャラリーとかで賑わっているところです。さあこんなところ入ってきますよ。そうしたら例えば正面にはほらフォトグラフィーのねだから写真家のアトリエなんかも見えてきました。デザインアトリエとかそういうのもね入っているんです。このまま抜けていきますよ。工事してますね。今はねこうやって
外壁とか全部このように取り外して、もう一回職人さんたちがほら今こうやって壁を塗っています。ですからこれ修復が終わったらね、ここすごい綺麗になりますよ。一層魅力的になると思いますので、このねビラージュサンポールの村っていうところをぜひマレ地区ねいらっしゃる方は訪れてほしいなと思います。ですからほらこういうところにね、なんかこの敷石、これ多分剥がしたんでしょうね。フランスの場合地下に水道とか電気とか多分インターネットとかもそうなんですけど全部あるので、こうやって敷き直すんですよね。こんな感じでね今は工事現場になっている場所です。はい、このね、ビラージュサンポールを抜けてですね、先ほどのマレ地区の道に入っていきましょう。はい、出口が見えてきました。いろんなところからね出れるんですが、今私たちが出る道というのはここ、道の名前がねここにあります。見えますか？シャルルマーニ通りです。シャルルマーニ高校があった通りなのでシャルルマーニ通りですね。そしてまた私たちの目の前には裏道があるのでここを通っていきましょう。シャルルマーニ通りの隣にあるエジャンアー通りすごい名前だな。アインハルトっていうねシャルルマーニュ時代の文学者がいて、シャルルマーニュというと、カール大帝のことなんですが、その人のね伝記を書いているのがこのアインハルトっていう人でございます。そんな名前がついた裏道ですけども、こんなねかつて中世の住人たちが使っていたような井戸なんかね残っています。そしてこのまま進んでいきましょう。そうすると見てください、これいや美しいこんなね裏道、本当にパリっぽいなっていう感じがしますけど、裏道を抜けて出てきたのは今度はサンポール通りというところです。あそこにね道の名前ありますよね。サンポール通り。さあこの道を行きましょう。この辺はねサンポールっていう名前がついた道がねたくさんあるんですよ。というのはねシャルル5世という人がいました。その人のね、20代初めぐらいかな、エチエンヌ・マルセルっていう商人頭がいて、パリの市民が放棄をしています。でそこでね彼その時シテ島に住んでいたんだけども、シテ島ってほら水に囲まれてるじゃないですか。セーヌ川の中にある、島みたいなところですよね。だからシテ島にいるのは危ないなということで、このね界隈にサンポール邸宅という大きなね、豪邸を建てたんです。それがサンポール邸というので、そのね、名前が道の名前とも残っているんですが、これね教会ですよ。当時王様とか使っていた教会の残りがねこんな風になっています。1階がねピザ屋になっているんですけども、このね建物を潰した時にこの壁が出てきたというね、これねすごいですよ。ほらここ窓の跡なんかもねこういう風に残っています。はい、ではね次ここルーブ・サンピエールというところを行きましょう。先ほど教会の跡地がありましたけども、シャルルマーニュ高校のね後ろにドーム型の教会がありましたよね。教会作ったので古い教会でなくなったので壊したって感じです。で今右側に見えているのがこれね学校なんですけども、かつてねここは教会に付属していた墓地がありました。そして私たちの今度は左側、今普通の住居になっているんですけども、かつてはここはね牢獄だったところです。全然変わってしまってますけど、今はねスーパーマーケットとかホテルなんかもあります。はい、そんなところですけども、今度はねこの道を曲がっていきましょう。そして出てくるのがホテルサンポール通りでございますね。またサンポールっていう名前が入ってるでしょ。フードロテルサンポール、サンポールの、邸宅がねあったんで、この辺みんなサンポールという名前がついています。モノプリパリにあるスーパーですね。これ以外にはねジャルダンサンポール、
サンポールの庭園通りとか、あとはね、サンポールのライオン通りなんていうのもあって、そこはサンポールの王様がライオンを飼っていたんですよね。だからそのねライオンの名前が道の名前に残ったりしています。はい、今ね私たち大きな道の前に出てきましたよ。サン・サントワーヌ通りという大きな通りです。この通りをですね、こちら側の左の方向にいると1番線のサンポール駅に行きます。さあ私たちはね今ここの大きな建物、ホテル・ドゥ・スリーと書いてありますが、このホテル・ドゥ・スリーの中を通り抜けることにしましょう。17世紀アンリ4世という王様がいましたけども、そのアンリ4世の財務大臣だった人がスリーという人で、その人がね建てた邸宅でございます。見てください、これすごい綺麗な邸宅なんです。今私たち道路側から入ってきましたけども、道路から入るとこのような中庭にあって、そして正面に出てくるのがこれが母屋ですね。ですからここに漁師とかね家族、その漁師の家族とかが住むんです。そしてその横に付随するような形でここが、召使いとかね使用人が住む部屋で、キッチンなんかもねありました。そしてもう一度母屋に戻って、そして逆の方向を見てみる。そうすると、ね、こんな感じになっていて、ここには馬車を入れれるようなね空間があります。今ではねバイクとか自転車とか止めてありますけども、はい、こんなスリーの中庭が出てきました。ここね装飾が非常に美しい場所なんですね。装飾ね細かく見ていきたいと思います。まずはこちら側から行きましょう。そうするとねこっち側はね世界を構成する4つの要素になっています。ちょっとねズームしてみましょうか。はい、そうするとまずこっちから行こう。ここには頭の後ろにはね太陽のような光があって、そしてその下を見るとドラゴンがね火を吹いてるんです。ですからこれは火ということですよね。上を見るとイカズチを持った手が出てきて、ね、イカズチによって火が、起きますから火を表現している。そしてこちら今度はね頭の後ろには竜巻のような雲が描かれていて、そして彼女の衣が風に舞っている。下にはカメレオンなんかが表現されているんですが、今度は風、そして空気でもありますよね。上を見ると風を起こすためのうちわなんかが表現されているんですね。では反対側を見ていきましょう。よいしょ。はい、こちらがね残る要素になっています。こちらの彫刻ですね。ちょっとズームしますよ。そうするとまずはこっちから行こうか。水を持っています。水がめを持っていて、その下には、イルカなんかがね泳いでおりますから、水ですよね。その上には虹がかかってきて雨が降っています。この女性の立ち方、これはアングルというね人がオルセー美術館で泉という絵を描いておりますが、そのポーズのモデルとになったと言われています。そしてこの人がですね、豊穣の角というものを持っていて、そこからね大地の恵みである花とかフルーツとかが溢れていますが、つまりこの人は土ということですね。土を守るライオンが描かれていたり、今度はねその上にはこれね豚ですねなんか土を掘り起こしてトリュフかなんか探しているんだろうかって感じですけども、はい、そんな感じの彫刻になっている。ここではですから水、土、そして火と空気というね世界を構成する4つの要素がアレゴリーとして表現されているということです。はい、ここにもね彫刻あります。見てみましょう。今度は4つの季節になっているんですね。まずは左から見ていきましょうか。この人ほらブドウを持ってるでしょ。バッカス、ギリシャのね、ワインとブドウの神様のバッカスですけども、ブドウの収穫ですから秋を表現しています。この上にはね天秤、これ天秤座っていう意味です。そしてこの隣には今度は老人です。老人の季節といえば今度は冬ですよね。杖をついていて、その右側にはほら蛇がね木に巻きついています。蛇というと毒を持っているような動物で、
非常にね危険ですけども、木にね巻きつけたりしてその毒をね無効化するような知恵を持っているという意味で、老人はね知恵の象徴でもあるんです。上にいるのはヤギ座カプリコーンですね。はい、このように季節と星座がねセットになっていますけど、4つの季節なのに2つしかないじゃないかって感じですけど、そうするとねスフィンクスが間にあって、まさしくここを通りなさいっていう感じになっていますので、はい、ここを通っていきます。そうするともう2つの季節が出てくるということですね。見てください、天井もこんなに美しい。はい、いきます。先ほどは中庭がありましたが、今度はこのような庭園が出てくるんですね。目の前にあるのがオランジェリーという館です。この美しいでしょう。そして後ろ側を振り向いてみましょう。そうすると出てくるのが残りの2つの季節なんです。はい、出てきました。これもちょっとねズームして細かく見ていきましょう。そうするとまずはこっちからいきましょうか。麦を持っている、麦をね、手に持っていますけども、収穫の麦ということで夏です。そしてその上にはオマール、伊勢海老みたいなのが書いてありますけども、これは蟹座ですよね。そして今度はこちら側、よいしょ、花を持っているので今度は春ということでしょう。その上にあるのがお羊座ですね。ベリエがあると、はい、こんな感じのね、四季が表現されている彫刻でございました。はい、それではねこの庭園行きましょう。スリという人は安里4世の財務大臣という話をしましたが、このオランジェリーを抜けるとそこが安里4世が作った、当時のね王立広場になっています。防樹広場というところですね。オランジェリーというのはねオランジェリー美術館なんていうのありますけども、もともとはオレンジの木を冬の間入れておくための温室でございました。ですからオレンジの木を持っているってことは温室も持っているってことなんで、これはねお金持ち財産の象徴になっていたわけなんですね。今ではこのオランジェリーはギャラリーとして使われています。スリという人はこのね安里4世のところに、が作ったこの広場に行くのがすごい好きだったということで、ここにね抜け道を作っているんです。ということで今防樹広場のアーケードのねこんなところに出てきました。安里4世が作った広場なんでね、やっぱりここには豪邸なんかがいっぱいできることになりました。今先ほど通ったスリー館もその一つです。そしてそのかつての豪邸の一つがこんな場所になっているんです。すごいですよ。ここアンブロワジーっていうねところなんですけども、ここは三つ星レストランでございます。このねひっそりと隠れたところにあるんですよね。非常にかっこいいって感じですけど、アンブロワジーというとねこれギリシャ神話に出てくる神が食べるための食べ物のことですよ。これをね食べると不老不死になるっていうふうに言われてますけど、ここのねレストランで食べても不老不死にはならないと思うけども、やっぱり一生の思い出にはなるでしょうね。いやー美しいな。これが防樹広場ですよ。秋の防樹広場素晴らしいですよね。このように真ん中には公園を作って、その公園をぐるっと四方を囲むようにして統一感のある建物が建っております。もともとは安里4世が作った王立広場でございました。安里4世はねここの広場を作るときに、建物を建てるときは、ちゃんと規則に従って建ててくださいというふうに決めたんですね。ですからまずこういうふうに1階部分はアーケード、そしてこのねクリーム色の白い切り石、石灰岩なんですけども、これを使ってその間をレンガで埋めて、そして屋根はアルドワーズというね黒い石ですね、平らの石なんですけども、それを使って作りなさいというふうに決めたんで、このようなね非常に統一感のある広場になっています。建物ですね。そしてこのね真ん中の建物だけが他の建物よりもちょっとだけ高さが高くなっていますよね。これは王の館と言われています。けどね安里4世ここに住んでいたわけでは全然ないんですけども、ただね安里4世の、オマージュというかね、そういう意味で王の館と言われていて、見えるかな、ここに安里4世の顔なんかもついています。そしてねこの横のところに行くと、
こんなねパネルが書いてあるんです。ちょっとね見てみましょう。ここのホテルには1626年2月の6日マリー・ドゥ・ハビュタン・シャンタルが生まれました。セビニエ公爵夫人ですと書いてあります。セビニエ公爵夫人、私たちにはねあまり馴染みのない名前かもしれないんですが、フランス人のね、フランスの国語の時間で絶対やるっていうそういう人でございます。私たちにとっての枕草子の清少納言って感じ、馴染みのある人ですね。その話も後でしていきたいと思います。今ねこの角修復中になっていますけども、ここビクトール融合の家があったところですね。はい、普段だったら見学することができます。ということでこの工事広場入っていきましょう。秋のね工事広場本当に素晴らしいと思います。いや天気も良くて最高だな。防樹広場ってね本当いつ来ても美しいなと思いますけど、やっぱりね秋もいいですよね。こういう紅葉の季節で今目の前に、彫刻が見えてきましたね。これルイ13世の彫刻でございます。リシュリューという人がね、この広場の真ん中に騎馬像を建てるっていう計画を立てて、それとねかつては銅像がここにありました。その時もルイ13世だったんですけど、でその後ねその銅像が、フランス革命の時壊されてしまって、大砲にしてしまったんですよね。それで今ではこの大理石のね彫刻になっています。広場の真ん中にはルイ13世の騎馬像でございます。いやもう本当に息を飲むような美しさって感じ。本当にね統一感のあるこういう広場になっていて最高ですよね。もう本当にねマレー来るんだったら絶対この防樹広場欠かせない場所っていう感じがします。ではねここ噴水の近くを通りながら防樹広場を抜けていきましょう。いやこれですよ。防樹広場来たって感じ、マレー来たって感じですね。はい、天気も良くて最高です。このね、防樹広場なんですが、フランスのねアンリ4世の時代っていうのは宗教戦争なんかがあってフランスが荒廃していた時代でもあります。王のね、フランスの力をもう一度高めるためにこのようなね、美しい広場を作りました。そして今こうやってパンしておりますが、これちょっと北側になるんですけどね、北側にはフランスの経済も立て直そうということで絹織物工場を国立というか王立で作りました。授業自体はねあんまりうまくいかなかったんだけども、そのように、経済的にも国を立て直そうとしたということが分かります。はい、ではねこの防樹広場を抜けてマレの中心地心臓部へと進んでいきましょう。はい、このねレンガなんですけども、本当のね基本的にはレンガを使っているんですけども、中にはねずる賢いやつもいてね、レンガのねお金を出せないから普通に壁を作って、そしてレンガをねそこに書いてしまってるなんていうそういう人もいるんですね。はい、でアーケードのね下にはねこんな感じでカフェも入ってるんですね。本当にフランスっぽい感じですけども、今日はね月曜日の、ちょうどお昼帰りでございます。ですからこれからねみんなお食事とかをする人たちが出てくるかなっていう感じでございますが、やっぱね平日の月曜日のお昼ですから人はねそんなにいないですよね。気温は10度前後ですね。私ねこの最近まで毎日のように通いまくっているんですけども、週末になるとねすごいね多いですよ。例えばここのねカフェとか、あとはここのカフェ席ねもう完全に満席で埋まります。そんな感じのところですね。はい、そしてね私たちこの道行きましょう。この道はフランブルジュワというところです。いわゆるマレの界隈の目抜き通りといったところでしょう。右手にほら子供服のプチバトーが出てきたり、あとはね有名なね、ブランドショップとか、あとは香水屋さんだとか石鹸屋さんだとか、
本当にねお土産屋さん通りになっていて、マレに行く方っていうのは必ずこの道通るんじゃないかなという道ですね。やっぱりお土産屋さんとかもねたくさんあるんで、その中でもね、知ってる人はね知ってるかもしれないですけども、こんなところ紹介したいなと思います。そうね、バスが通りますからその後渡りますけども、ほらこんなところにさ、なんか中庭に入れるような場所があって、ちょっと入ってみますね。そうするとすごいおしゃれなお店があるんです。ここね手芸屋さんなんですよ。ボタンとかね、リボンとか生地とか、フランス語でメルスリーっていうんですけども、そういうねすごいおしゃれな手芸屋さんになってるんです。私ね手芸一切しないんですけどもね、こういうとこね入ってね見るだけでも面白いですよ。エッフェル塔の形をねしたボタンがあったりだとか、本当にね面白い。手芸をする人だったらすごいテンション上がるんじゃないかなって、ね、そんなところでございました。はい、オントレ・デ・フォーニッサーっていうね店の名前です。はい、もう一度グランブルジョア通りに戻ってきました。この道をね進んでいきますけども、先ほどほらボージュ広場で生まれたっていうのでセビニエ夫人っていましたよね。そのセビニエ夫人が住んでいた館というのが今ではカルナバレ美術館といって、パリ市の、ね、歴史博物館になっております。そのカルナバレのところまで行きましょう。カルナバレはねずっと修復しておりまして、まだね開いてないんですよ。まだ修復中ですから中に入ることはできないんですが、外側だけねこんなところなんだということを紹介しましょう。セビニエ夫人が住んでいたっていうこともあって、このカルナバレ美術館があるところはセビニエ通りという名前がついております。はい、今目の前に見えてきた建物、これがセビニエ夫人が住んでいた建物ですね。カルナバレ美術館、はい、カルナバレ邸です。すごい美しいファッサードですよね。これはルネッサンスを代表するピエール・ラスコーという人が設計したものです。一番上にはね知恵の神様であるアテナ、そしてちょっとだけズームしましょう。ここには力を象徴している棍棒を持っているね、力のアレゴリー、そしてこの反対側には今度は、はい、こちらですね、商業を象徴するメルクリウスがあります。下にはねこの鶏がいますけど、鶏はフランスの象徴です。そしてここの建物の上には女神が立っていて豊穣の角を持っている。でそれは豊かさの象徴ですよね。でその下には仮面があります。カルナバレっていうふうに言われているのでカーニバルとねかけているんです。で子供が、花を持っていたりペンを持っていたり、芸術をね象徴している子供たちなんですが、このね、ところに、セビニエ夫人という人は、はい、ここのね建物、ここの建物にセビニエ夫人は住んでいて、死後までね死ぬまで住んでいて、そこでサロンなんかをやって知識人たちが来たと言われています。はい、今ね目の前教会が見えてきました。これがねサンポール三類教会です。先ほど城壁が見えているところでこの後ろ側を見ましたよね。今この正面側に回ってきたということですね。それではもう一度フランブルジョワ通りに戻っていきましょう。今右側に見えているのがカルナバレ美術館ですね。そして今度はこちら側にも大きな建物が見えてきました。これがねラ・モアニョン邸といって、パリで初めて作られた図書館でございます。そのかつては貴族の邸宅だったんですけども、そのね庭園の部分が今ではこのように公園になっています。このね、ラ・モアニョン邸の正面まで回ることができるので、そっちの方向に歩いていきます。カルナバレ美術館、もしかしたら皆様がパリにね遊びに来るのが来れるような時にはもう修復完成しているかもしれません。本来だったらねもう開いているはずなんですけども、
修復がねどんどん遅れてまだ閉まっている状況ですね。でこのカルナバル美術館はパリ市の博物館になっているんですが、ここはね無料で入ることができます。パリ市の美術館なんでね、ものすごく大きいですから、もうねちゃんと見ようとしたら1日かかってもうすごい疲れちゃいますので、入るときはね気合を入れていくことをお勧めしますって感じですけど、はい、それではここの通り行きましょう。パフェ通りです。パフェ通りに入ると先ほどの庭園が見えていた場所、初めて図書館、パリで初めて作られた図書館だっていうところに行きます。はい、ここですね。入っていきましょう。こんな感じ。中庭に入ると一気に静かになりますよね。こんな感じ。ルネッサンス様式、大きなピラストルっていうね、1階2階をまたぐような柱があって、その柱の頭、中塔といいますか、これギリシャのコリント風になっています。縦のラインと横のラインを強調しているっていうことですよね。このねルネッサンス様式の屋敷が今では図書館になっているんですね。はい、それではねこのまま進んでいきましょう。でこれがね先ほどの図書館だった建物ですけども、その端がねわかるかな、ちょっと光でなんかこれも遺跡みたいなのがこうやってついているんですよね。これもね実はこの隣にかつては牢獄があったんです。その牢獄の壁の一部が今でもこのようにね残っているということなんですね。はい、それでねこのままパフェ通りをまっすぐ行きますけども、ここでねこんな本屋さん紹介させてください。茶色いねこのファサードのところなんですけども、この本屋ねめちゃくちゃいいんですよ。なんか可愛いのいっぱい売ってるんだよな。で例えばこういうポストカードとか、なんかあそこにね鯉のぼりみたいなのも売っているんですけども、中は普通にね雑貨とかも手前に売っていて、中は本屋になっていて、このね奥がねカフェになっているんです。そのカフェのテラスみたいなところでお茶することもできて、すごいおすすめですよ。ですから周りをね散策しながらちょっと疲れたなと思ったら、あんなところでねカフェをするっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということでこのままねパフェ通りを進んでいきます。パフェっていうのはね石畳って意味で、この辺の道はパリでね最も早く石畳になったっていうのでパフェ通りっていうふうに言われています。はい、そしてこれからね、ここマレの中心地の一つであるロジエ通りに入っていきましょう。ロジエ通り、はい、このロジエ通りというのはユダヤ人街で知られているところですよね。はい、ユダヤ人というとねなんか大金持ちで銀行家っていうイメージがあるんですけども、全てのユダヤ人が大金持ちなわけじゃないですから、貧しいね労働者階級のユダヤ人たちもたくさんいて、職人とか労働者が作った界隈がこのロジエ通りのユダヤ人街です。ハーマン・サンポールって書いてありますけども、ハーマンというと、中東のねサウナみたいなものでスパみたいな感じかな。でここはサウナだったりピシーヌって書いてありますけども、プールでもあったんですよね。私たちの銭湯みたいなもんかな、大衆浴場みたいな。現在だったらこのようなね服屋になっています。そしてねこの隣にあるのが見てください、これ学校なんですけども、エコール・ド・トラバイユって書いてある。これね職業学校です。かつてはロスチャイルド家、ユダヤ系ですよね、大銀行家ロスチャイルド家がお金を出してここにユダヤ人のための孤児院を作りました。孤児院はまた別のところに移転したんですけども、その後はユダヤ人の若者たちが手に職をつけるための職業学校になっています。こんなね、ユダヤ人たちが助け合って生きている、そんな界隈なんですが、やっぱりねユダヤ人の歴史っていうのは迫害の歴史でもあって、やっぱりねそういう悲しい歴史も刻まれているんですよね。例えば次の思い出に捧ぐと書いてあって、ここの学校の校長先生、職員、生徒たちが1943年そして1944年、まさに第二次世界大戦の時ですよね、
BC 政権の警察、そしてゲシュタボ、ドイツのナチスの秘密警察ですよねによって逮捕され、強制収容所に送られて殺戮されました。アウシュビッツにて。なぜならば彼らはユダヤ人だったからっていうふうに書いてあります。このようなね悲しい思い出もこのロジエ通りのユダヤ人街には刻まれているということなんです。やっぱりこういうね思い出を語り継いで忘れないというのは非常に重要なことですよね。このままねちょっとまっすぐ進みながらこんなね公園を紹介したいと思います。ここね隠れ家的な公園なんですけども、ジョセフ・ミニュレ公園というところ。ジョセフ・ミニュレっていうのはこの後ね紹介するようなユダヤの学校のね校長先生だった人なんですけども、ここでお見せしたいのはね、またここでフィリップ・オーギュストの城壁が出てくるんです。目の前に見えてるのこれ12世紀13世紀に作られたフィリップ・オーギュストの城壁ですよ。ここがねいいのはね塔を間近から見れるっていうことなんですね。こんな感じ、これ塔になっています。ここはねもともと礼拝堂だったかな、そんな感じのところになっていて、ね、この壁から塔のところがこういうふうに残っていますね。今ねここは公園になっていて、なんか感じがいいでしょ、落ち着いていて。ここねいつもねすごい静かなんですよですからねみんななんか食べてるけどさ、サンドイッチとかあとここの名物のファラフェルなんかを買ってこういうところで食べているっていうのがあります。はい、ここはねクーランジェ邸といって、セビニエ夫人がね幼少期を過ごしたのがここです。でここの目の前にはねパリ市が貸し出している庭園なんかがあるんですけど、ここでね家庭菜園とかやってるんですよ。これねズッキーニですねあるかな、こっちが例えばほらまだ青いけどトマトでしょ。そしてこっち側がズッキーニですね。さっきねどっかなってたんだけど、こんな庭園があります。パリでね庭いじりができるなんてかなり贅沢ですよここね公園奥に続いているんですけども、そのね公園の一部はこういう子どもたちがね遊べるような遊具なんかがあって、馬とかね船とかそういうのがあるんですが、ここでね見ていただきたいのは遊具じゃなくてこの煙突なんですいきなり煙突が出てきました。面白いでしょう。これはねソシエテ・デ・ソンドハって言って、ある工場だったんです。で何の工場かというと、この近くにはですね宝石ジュエリーを作る職人たちがたくさん工房を持っていました。その宝石製造業者たちのアトリエから、ゴミを回収するんですよね。というのはほら指輪をね削ったりするから、その彼らが出すゴミの中には貴金属のその粉とかが入ってるんですよね。ですからそういうゴミを回収してそれを炉に入れて溶かして、そこで金とか銀とかプラチナとかそういう貴金属を回収するって、そういう会社だったんです。その煙突があそこに残っていました。もちろんねその営業は今ではやっていないんだけども、建物としては歴史的建造物として残っています。面白いのはね、あの建物現在はユニクロになっているんですよ。ですからマレのユニクロ店行ったことある方だったら思い出してほしいんですけども、レジの後ろに大きな煙突あるんですよ。そのね煙突が私たちがね先ほど見た煙突でございます。はい、それではね道に戻ってきました。そうするとねこんな見てください。なんかキッチュっていうかおしゃれななんか黄色いねモザイクのお店なんかが出てきました。ファッサードはねモザイクでこんな模様があって非常に可愛いお店なんですけども、ここはねもともとレストランだったところです。実はこのレストランでも悲しい思い出がありまして、ここにねパネルがあるんですけども、1982年8月9日反ユダヤ主義のテロリストがありましたと書いてあります。テロがありました。ここのレストランゴールデンベルグというレストランなんですが、ここで銃撃があり、手榴弾が爆発して6人の死者12人の負傷者が出ましたと
で6人のね思い出にということで名前が書いてあって、モハメッド、アンドレ、グラス、アン、ドゥニーズ、ジョルジュ、テロリストたちの犠牲者に捧ぐとあります。本当にねこういうふうにユダヤのねユダヤ人の界隈っていうとテロだとかそういうものとね隣り合わせになっていて、悲しい思い出が、こういうふうに溢れているっていうのもあります。フェルディナン・ドゥバル通りっていうところなんですが、ここかつてはね、ユダヤ人通りと言われていたところでもあります。ちょうどねここがちょっとした広場になっているので、ユダヤの言葉でねプレッツェルっていうんですけども、小広場なんて言われていたところです。ここにはね見てください、ほらダビデの星が見えるでしょう。これはねユダヤ人が経営しているパン屋さんなんですよ。そうするとねほらこんなところにユダヤ人の人形があったりね、ユダヤ人の伝統的なパンなんかを売っているところです。イディッシュ語、ユダヤ人が話す言葉がねこんな風にあります。この隣、本日ねちょっと閉まってしまっているんですけども、これはカフェ・ドゥ・プゾームといいまして、プゾームというと旧約聖書の中に出てくる詩篇ですよね。ここはカフェになっていて、ユダヤ文化を伝えたりね、イディッシュ語を勉強したり、あるいはユダヤのちっちゃいコンサート、ミニコンサートなんかをしているカフェですね。ああいうふうにねユダヤ文化の発達というか、そういうものに貢献しているカフェです。さあそうしたらね今度はね行列ができておりますが、ファラフェルが出てきました。ユダヤ人のねロジエ通りの名物といったらファラフェルですよね。ひよこ豆を潰した、コロッケ、それをピタパンというのに挟んで野菜とかね、そういうものを入れて、食べるファーストフードなんですけども、非常に人気の食べ物です。でここのね緑色の扉17番地、これはねかつてシナゴーグがあったところです。今でもあるのかな、シナゴーグ。シナゴーグっていうのは祈りを捧げるための場所ですね。キリスト教の教会みたいな感じ、ユダヤ教の場合はシナゴーグと言います。ユダヤの場合はね迫害されたりねテロがあったりするんで、シナゴーグ攻撃の対象になるから、ああいうふうに隠したところでシナゴーグを経営するなんてことが結構あるんですよね。ずらーっと並んでる。これねエース・デ・ファラフェルってこのところで一番有名なファラフェル屋さん、ここに並んでますね。そしてこのね目の前にあるのがこれもファラフェル屋さん、ここねファラフェルの激戦地という感じです。ただしねファラフェルがユダヤ人の料理手振ってくれたけど、ファラフェルがねユダヤ人の料理っていうわけではなくて、これ地中海全体で食べられている、ファーストフードなんですよね。ここにねエクフェ通りというのがありますので、ちょっとねこの脇道紹介したいと思います。先ほどの2つのファラフェル屋さんすごい有名なんだけども、ちょっとね商業的すぎるので、あえてこんなところを紹介しましょう。この脇道に入ったこのお店もさすごい人気で並んでいるんですけど、ミズノンと言います。ここね激うまぜひねこのお店来た方がいいですよ。このお店面白いのはね、これが面白いんだ。これファラフェルとかもあるし、ピタパンに挟んだねお肉とかもあるんだけども、美味しいのがねこれなんですよ。これカリフラワーなんだけどさ、カリフラワーの丸焼き、あとねさつまいもの丸焼きなんていうのもあって、それがねすごい美味しいんですよ。でそんなものをね、あそこね本当に経営者がイスラエル系の経営者で美味しいですよ。ファラフェルがだからピタパンに挟んだお肉とかが10ユーロぐらい、でカリフラワーが7ユーロとかそんなもんだったような気がします。でここにもねこういう風に真ん中にあるのがシナゴーグですね。でピザ屋さんと、あとこれもファーストフードなんかありますけど、ね、ユダヤ人が経営しているところです。ピザコシエルピザって書いてあります。ダビデのね星がついています。コシエルっていうのはイスラム系のハラルみたいな感じで、ユダヤ人たちはちゃんとね宗教で決められたような屠殺の仕方をしたお肉じゃないと食べてはいけないっていう風になっているんですよね。でそれをコシェルと言います。ロドジェンコ、こんなところにね伝統的なユダヤ人によるレストランなんかもあります。ロジエ通りっていうとねなんかもう本当に今は観光地化されていて、
伝統的なユダヤ人がやってるようなお店っていうよりも、今ね高級ブランドのショップとか服屋さんとかそういうのがたくさん入っている場所になってしまったんですが、一本ねこういうふうに脇道に入ってくると、見てください、ほらこれ伝統的なね肉屋さんだったり、そういうねお店がまだ残っているので、ぜひ路地へ通り入った時にはですね、このねエクフェ通りっていう今脇道を入っているんですけれども、こんなところもね来ていただくと面白いんじゃないかなというふうに思います。そしてね一個紹介したいところがあるんですけども、これハートになっている窓なんですけどもね、ここねプリンセスクレープっていうんですが、ここ一角だけがユダヤ人街ではなくて原宿になっています。日本でね食べられるようなこういうクレープが売っていて、ここのねクレープをね作っている女の子たちがひらひらのね服を着ている、なんていうの、ロリータ系っていうんですか、そういう原宿を歩っているようなね女の子が、クレープを作ってくれるという、すごいね面白いお店になっているので、日本風のクレープ食べたいなと思ったら、ぜひねあんなところ行ってみるのもいいかもしれない。はい、やっぱねこういう裏道ってたくさん面白いものがありますよね。ではね路地へ通りの方に戻っていきましょう。私たちにとってねユダヤ人というと一緒くたにしてしまいますけども、実はユダヤ人でもいろいろいるんですよね。まずね、ユダヤ人の歴史ここで語ることはできませんけども、フランスの中でユダヤ人が大きく入ってきたのはポイント的にはたくさんあって、まずはフランス革命の時に大量に入ってきました。フランス革命というと自由平等博愛のねスローガンを掲げた革命ですけども、やっぱりそこでね平等って掲げているので、人間は生まれながらにして平等であるといったわけですよね。宗教とか肌の色とか人種とかで差別してはいけないというふうに言ったわけだ。それにもかかわらず、いやけどユダヤ人は別だよっていうわけにはいきませんよね。ということで、ユダヤ人の権利をフランスは市民権を認めることになりました。そのようにしてフランス革命以降、ユダヤ人たちがたくさん入ってくることになるんですけども、その時に入ってきたのは東ヨーロッパの人たちが入ってきたんですよね。例えばロシアとかハンガリーとかポーランドとか、そういう人たちがたくさん入ってきました。でそういう人たちはね、もちろん地元の自分たちの土地の、料理を持ってきて、ここでレストランとかそういうものを出していったわけだ。で今度は第二次世界大戦が終わった後、戦後になります。すごい人たちだな。戦後ね、戦後になると今度は地中海沿岸の人たち、この人たちが大量にフランスに入ってきました。例えば、スペインとかポルトガル、あるいは北アフリカのモロッコとかアルジェリアで、トルコとかギリシャ、そういうところからフランスに大量にユダヤ人たちが来たんですよね。でその人たちも自分たちの地元の料理を持ってきて、こういうところでレストランを始めるわけだ。ということでユダヤ人の料理とかって一緒くたにしてしまうんだけども、実はいろいろな違いがあって、例えばね、ここの、黄色いお店、本日ね、定休日なんですけども、ここはねアシュケナーゼっていって東ヨーロッパ系の人たちがやってるところなんです。バトルシカ・オ・フロマージュって書いてありますけど、これフロマージュチーズケーキですね。これポーランドとかロシアの料理です。でシュトゥルーデルっていうのが、これがウィーン風だったりルーマニア風だったりします。であるいはこっち、ここわかるかな、ピロシキって書いてありますけど、これロシアのね揚げパンのことですよね。ですからこのようにして自分たちの出自によって全然、食べ物が違うっていうことなんですよね。そしてね、こっち側にはね、こっち側にはね、またシェ・マリアンヌっていうお店なんですけども、これもねすごいここ美味しいんですよ。おすすめです。これね、一番右にある豆腐みたいなやつ、これヤギのチーズですよね。そしてこの見えるかな、奥にあるこれね、ブドウの葉っぱを今お兄さんが取ってるやつ、あれブドウの葉っぱでね巻いた肉詰めです。でこれがひよこ豆のペーストだったり、こういうねものをお皿に持ってくれて、でピタパンで一緒に食べるんですけども、
ここすごい美味しいんですけどね、やっぱねここはねトルコ系とかねギリシャ系の、レストランですね。ですからユダヤってね一口で言ってもその人たちが地中海系の国から来ているのか、それとも東ヨーロッパから来ているのかによって彼らがね出している料理って全然違ったりするんです。これで今目の前にあるのがユダヤ系のね本屋さんになっています。そしてこのねテラスすごい賑わってますよね。シェ・マリアンヌのテラスです。美味しそうに食べてますね。そしてね、最後紹介したいものがあります。それがねこちらの建物でございます。はい、こちらですね。こちらねかつてね常設市場があったところです。今では常設市場はなくなってしまったんですが、ここはね今文化センターになっていて展示会なんかがねやられている場所です。しかしここかつては常設市場があって食べ物なんかを買うことができた。しかし肉屋だけはやっぱりね血なんかを使うためにこの隣の建物を作ってここで肉屋がありました。肉屋がありましたんで、ですからねこういう牛の顔の、彫刻なんかが壁についているわけですね。かつてはねこの口から水が出たんでここでね掃除とか、物を洗ったりとかいうことができました。さあこのね肉屋を挟むようにしてあるのがここなんです。小学校なんですね。はい、この小学校ねちょっとね拡大して見てみましょう。こんな風になっているエコールプリメール、小学校って書いてあってギャクソンが男子校ですね。イスラエリットって書いてあるのでイスラエル系の学校なんです。はい、でこっちが、男の子の学校になっていて、で肉屋を挟んで向こう側にあるのが女の子の学校でした。今ではね共学になっていてパリの一律の普通の学校になっておりますが、やっぱりねユダヤ人の通った学校ということでこんなねパネルがあります。ちょっとね、読んでみましょう。この学校の260人のユダヤ人の子どもたちが第二次世界大戦の時にアルマーニュに、ドイツに、強制送還されましたと。そしてナチスの強制収容所で殺戮されましたと書いてあります。忘れてはいけないというふうにね最後に書いてありました。そしてこっちのパネルにも、はい、ジョセフ・ミニュレっていう人、1920年から1944年の間この学校の校長先生だった人ですが、その人が勇気によってそして自分の生命をかけて、強制送還されそうになっているユダヤ人の子どもたちを救いましたって書いてありますね。十数人救ったんですね。そしてそのジョセフ・ミリエさんへかつての生徒たちは感謝の意を表しますと刻まれています。やっぱりねユダヤの学校なんでこういう悲しい思い出にね、刻まれている場所なんですけども、やっぱりこういうものをね語り継いでいくっていうことは非常に重要なことだと思います。そんなことを忘れないようにこの広場の名前は、2018年に、改名されました。ここにねパービ・ドゥ・ソン・ソーソンとゾンフォンって書いてありますが、これは260人の子ども広場という名前に変わっています。ここでは、このね小学校にいた小学校の生徒たちが強制送還されて殺されましたと書いてある。なぜならば彼らはユダヤ人として生まれたからですというふうに書いてあるんですね。すごい悲しい思い出なんだけども、こういうことを観光地にもかかわらず語り継いで、そして名前として残すっていうことは非常に重要なことだと思います。ちょっとね最後しんみりとしてしまったかもしれませんが、今回のね、丸散歩この辺にしたいと思います。それでは僕の大好きなねこの可愛いレストランの名前、シェ・マリアンの名前でお別れしましょう。ありがとうございました。はい、ということで今回はマレ地区を紹介いたしました。実は私が6年前ガイド資格を取る時の最終試験がこのマレでガイディングをするという試験でした。私が担当したのがまさにですねこのロジエ通りだったんです。私にとってはね非常に思い入れの深い場所でございます。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。パリでねこんなとこ紹介してほしいというところがありましたらぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。